サントリーホールのまばゆいスポットライト。その光の中心で高峰響はまるで彫像のように静かに立っていました。純白のドレスが彼女の張り詰めた緊張感を際立たせ、漆黒のバイオリンがその肌の白さを一層引き立てています。最後の音が長い長い残響となってホールに溶けていく。一瞬の水を覆ったような静寂。次の瞬間、割れんばかりの拍手とブラボーという熱狂的な歓声が嵐のように彼女を包み込みました。日本最高峰と謳われる音楽コンクール、その最終選考。響の演奏は完璧、その一言につきました。審査員席に座る重鎮たちが、驚嘆と称賛の入り混じった表情で顔を見合わせているのが、舞台の上からでも見て取れます。パガニーニの超絶技巧を、彼女は涼しい顔で、まるで呼吸をするかのように引き切ったのです。そこには、ミスタッチも、感情の揺らぎによるわずかなリズムの乱れも、一切存在しませんでした。あまりに完璧すぎるその演奏は、時に、機械のようだ、と揶揄されることもありましたが、今夜、その完璧さは、他の追随を許さない絶対的な王者の証として、ホール全体を支配していました。優勝は、高峰響さんです。司会者の声が響き渡ると、再び、会場は熱狂に包まれます。花束を抱え、深々と頭を下げる響の表情は、しかし、どこか冷めていました。喜びよりも、安堵。そして当然の結果だという揺るぎない自負。彼女にとって音楽とはたるまぬ努力の果てにたどり着く完璧な技術の結晶。楽譜に書かれた作曲家の意図を一音たりとも違えることなく忠実にそして正確に再現すること。それが彼女の信じる音楽のすべてでした。舞台袖に戻ると恩師であるマエストロ、安藤が温かい笑顔で彼女を迎えます。響くん、素晴らしかった。君の努力が実を結んだな。ありがとうございます、先生。ですが、まだ満足はしていません。最後のパッセージ、ほんの少しだけ。丹道は苦笑いを浮かべました。この若き天才は、決して自分を褒めない。常に高みを目指し、自らを追い込み続ける。そのストイックさこそが、彼女をここまで押し上げた力だと知りながらも、安藤は、一抹の危うさを感じずにはいられませんでした。響くん。技術は頂点に達した。だが、忘れないでおくれ。音楽は人の心を震わせるためにあるということを。心ですか。正確な音こそが人の心を動かすのだと信じています。響は死の言葉の意味をまだ本当の意味で理解してはいませんでした。彼女の世界では寸分の狂いもない完璧な音階こそが至上の美だったのですから。その夜、響は一人楽屋の鏡に映る自分を見つめていました。コンクールの優勝トロフィーが冷たく輝いています。手にした栄光。しかし、胸を満たすのは言いようのない孤独感。もっと上、もっと完璧に。そうつぶやいたとき、彼女はまだ知りませんでした。この夜が彼女の築き上げてきた完璧な世界の終わりの始まりになるということ。コンクールからの帰り道、響と母親が乗る車を激しい雨が打ちつけていました。ワイパーが懸命に視界を確保しようと動いていますが、夜の高速道路はまるで黒い川のようです。本当にすごかったわ、響。お母さん、誇らしいわ。後部座席で母親の香りが興奮に身に話しかけます。元ピアニストだった香りにとって、娘の成功は自らの夢の続きでもありました。響は窓の外を流れる景色を見ながら、もんやりと相槌を打ちます。コンクールの興奮はすでに冷め、心地よい疲労感とともに、次の演奏会のプログラムが頭をめぐっていました。彼女の膝の上には、片時も離すことのない、イタリア製のバイオリンケースが、まるで宝物のように抱えられています。この楽器こそが、彼女の分身であり、彼女の世界そのものでした。その時です。危ない。香りの悲鳴。響が顔を上げた瞬間、目の前にスキンした大型トラックの巨体が迫っていました。運転手が急ハンドルを切りますが、雨に濡れた路面は赤子の手をひねるようにいとも簡単に車のコントロールを奪い去ります。強烈な衝撃。体がシートベルトに激しく叩きつけられ、世界がスローモーションのように回転する。割れるガラスの音、きしむ金属音。その混沌の中で、響はただ無意識に腕の中のバイオリンケースを自分の体を盾にするように強く強く抱きしめていました。私のバイオリン。それが彼女の最後の記憶でした。降り注ぐガラスの破片がきらめき、
遠ざかっていく意識の向こうで、誰かが自分の名前を叫んでいるのが聞こえた気がしました。まるで、コンサートホールの拍手のように、その声はだんだんと遠くなり、やがて、完全な静寂と闇に包まれました。彼女の完璧だった世界に、突然、不協和音が鳴り響いた瞬間でした。消毒液の匂い、硬いベッドの感触、そして規則正しく響く電子音。響きがゆっくりと目を開けると、そこは見慣れない、真っ白な天井でした。ここは、かすれた声でつぶやくと、ベッドのそばでうたた寝をしていた母親の香りが、はっと顔を上げました。響き、気がついたのね。よかった、本当によかった。涙で顔をくしゃくしゃにしながら、香りが、響の手を握ります。響は混乱した頭で、もんやりと母親の顔を見つめました。事故、そうだ、車に乗っていて。体は大丈夫なの。幸い、軽い打撲と擦り傷だけ。奇跡的よ。あなた、バイオリンケースをクッションみたいに抱きしめていたから。その言葉に、響は惹かれたように体を起こそうとしました。バイオリンは、私のバイオリンは無事なの。大丈夫よ、楽器は無事。傷一つないわ。それより、あなた自身の体を。香りの言葉を遮り、響は安堵のため息をつきました。よかった。私の世界はまだ壊れていない。数日後、精密検査でも特に異常は見つからず、響は退院の許可が出ました。退院の日、本市の安藤がバイオリンケースを持って見舞いに来てくれました。響くん、本当に無事でよかった。さあ、君の分身だ。久しぶりに触れてあげなさい。丹道からケースを受け取った響は、愛おしそうにその表面を撫で、ゆっくりと留め金を外します。ケースの中で、艶やかな光を放つバイオリン。いつもと同じ、美しい姿です。響は、そっと楽器を手に取り、顎に挟んで構えました。しっくりとくる、いつもの感触。弓を手に取り、念に当てる。さあ、音を奏でよう。そう思った、その時でした。あれ、指が動かないのです。いや、正確に言えば、どう動かせばいいのか、全くわからない。いつもなら、頭で考えるより先に、指が自然に弦の上を舞うはずなのに、今、彼女の指は、まるで他人のもののように、こわばって震えているだけでした。どうしたんだい、響くん。心配そうに覗き込む安藤。いえ、少し、体がこわばっているだけです。響は焦りを隠し、もう一度集中しました。そうだ、楽譜を見れば、指が思い出すはずだ。丹道が持ってきてくれた、バッハのシャコンヌの楽譜を開く。それは彼女が何百回、何千回と弾き込んできた曲のはずでした。しかし、楽譜に並ぶ、オタマジャクシのような記号の群れ。それが何を意味するのか、全く理解できないのです。まるで、生まれて初めて見る、外国の文字のよう。トーン記号も、ヘ音記号も、全音符も、四分音符も、ただの不可解な図形にしか見えません。読めない。って、楽譜が読めないんです。響の声は震えていました。何かがおかしい。頭の中が真っ白な霧に包まれたかのよう。音楽に関する知識、バイオリンを弾くための技術、楽譜を読む能力。人生のすべてをかけて築き上げてきた、その大切な記憶だけが、まるできれいに切り取られたかのように、すっぽりと抜け落ちてしまっていたのです。医者の診断は、あまりにも残酷なものでした。高次脳機能障害の死と考えられます。事故の強い衝撃で、脳の一部に損傷が起きたのでしょう。特に、音楽に関連する記憶や技能を司る部分が、選択的に失われてしまったようです。砕かれたのは、車のガラスだけではありませんでした。高峰響という、バイオリニストの世界そのものが、粉々に砕け散ってしまった瞬間でした。おお、私には何も残っていない。退院後も、響は自宅の部屋に閉じこもるようになりました。窓の外から聞こえてくる街の喧騒も、鳥のさえずりも、すべてが彼女を苛む雑音にしか聞こえません。太陽のバイオリンは、ケースにしまったまま、部屋の隅に追いやられています。それを見るだけで、失われた過去の栄光と、現在の無力な自分を突きつけられるようで、苦しくてたまらないのです。母親の香りは、なんとか彼女を励まそうとしますが、その言葉は響の心には届きません。大丈夫よ、響。きっと元に戻れるわ。少し休めば。元に戻る。と母さんにはわからない。全部なくなったのよ。バイオリニストじゃない私に何の意味があるっていうの。語り散らし、
心を閉ざす娘の姿に、香織もまた自分のせいだと自らを責めました。娘に過剰な期待をかけ、完璧であることを求め続けた結果が、これなのではないか、と。そんなある日、恩師の安藤が、一つの小さなケースを持って、響の家を訪ねてきました。響くん、少しだけ顔を見せてくれないか。しぶしぶドアを開けた響の前で、安藤はゆっくりと、その小さなケースを開きました。中に入っていたのは、子供用の小さなバイオリンでした。何ですか、これは。私を馬鹿にしているんですか。響は侮辱されたように声を荒げます。しかし、安藤の表情はどこまでも穏やかでした。覚えているかい、響くん。これは君が5歳の時、初めて手にしたバイオリンだよ。君のお父さんが決して豊かではなかったのに、君のために買ってきてくれたものだ。響はその小さなバイオリンをただ黙って見つめました。記憶はありません。しかし、その木目の温かさ、小さな体に、不釣り合いなほどに丁寧に作られたフォルムが、心の奥底の何かを、かすかに揺さぶるような気がしました。もう一度、音を奏でてみないか。感動は静かに語りかけます。昔の君のように、とは言わない。今の君が奏でたいと思う音を、初めてこの楽器に触れた、あの日のように。無理です。響は叫びました。今の私には、音を奏でる資格なんてない。こんな指の動かし方さえ忘れてしまった私がバイオリンに触れることなんて許されない。プライドが彼女の心を縛り付けていました。氷の女王と呼ばれた完璧な演奏家だった自分が今やドレミの音階さえおぼつかない。その現実を受け入れることは死ぬよりも辛いことでした。丹道は何も言わず、その小さなバイオリンを部屋に置くと静かに帰っていきました。一人残された部屋で、響は床に置かれた小さなバイオリンをただ睨みつけていました。憎しみと、そしてほんの少しの捨てきれない憧れと。日が落ち、部屋が暗闇に包まれても、彼女はそこから動くことができませんでした。その時、ふと指が動きました。まるで何かに導かれるように。震える手でその小さなバイオリンを手に取ると、恐る恐る弓をつるに当ててみました。鳴ったのは音とも呼べないような耳障りな摩擦音。初心者が初めて出す、あの不快な音です。しかし、その音を聞いた瞬間、響の瞳から一筋の涙が静かに流れ落ちました。それは絶望の淵で鳴った、あまりにも正直で不器用な彼女の魂の産声でした。理学療法士の優しい声がリハビリ室に響きます。他の日、絶望の淵で音を鳴らしてから、響は母親と安藤に支えられ、音楽療法を専門とするリハビリセンターに通うことを決意しました。それは想像を絶するほど過酷で屈辱的な日々の始まりでした。まずはバイオリンの正しい持ち方から、そして弓の動かし方、左手の指で弦を正しい位置で押さえる練習。まるで初めて自転車の乗り方を覚える子供のように一つ一つの動作を体に覚えさせていかなければなりません。脳はかつての完璧な動きを忘れてしまっている。しかし筋肉の記憶というものがかすかに残っているのか、あるいは彼女の中に眠る本能なのか。響の体は時折奇跡のように滑らかな動きを見せることがありました。しかし次の瞬間にはまたぎこちない初心者の動きに戻ってしまうのです。彼女が最初に取り組んだ曲はキラキラ星でした。誰もが知るあの単純なメロディー。かつての彼女なら目を閉じていても寝言ででも弾けたであろう曲。そのキラキラ星を滑らかに引き終えるだけで1週間以上もの時間を要しました。鏡に映る自分の姿が惨めで情けなくて何度も涙がこぼれました。指は震え、音程は狂い、音はかすれる。これが本当にあの高峰響なのか。夜、家に帰ると昔の自分の演奏動画を繰り返し見ました。国際コンクールで超絶技巧のパッセージを悪魔的なまでの正確さで弾きこなす若き日の自分。画面の中の自分は自信に満ち溢れ輝いています。その姿と今の自分とのあまりの落差、あまりの残酷な現実に響は何度も声を殺して泣きました。もうやめたい。その言葉が喉まで出かかる。しかし、その度にリハビリセンターで出会った人々の顔が思い浮かびました。病気で指が不自由になったおじいさん。発達障害を抱えながらも一生懸命ピアノを弾く男の子。彼らはみんな音楽が好きで音を奏でることを
心から楽しんでいました。うまいとか、下手とか、そんな次元ではない。ただ、そこに音があることの喜びを、全身で表現しているように見えました。ある日、響はついにキラキラ星を一度も間違えずに最後まで弾くことができました。それは、お世辞にもうまいとは言えないたどたどしい演奏。しかし、その最後の音が消えたとき、理学療法士の先生が満面の笑みで拍手をしてくれました。やりましたね、高峰さん。素晴らしいキラキラ星でしたよ。その屈託のない笑顔と温かい拍手。響はコンクールで優勝した時よりもずっと深く、胸に染み渡るような不思議な感動を覚えていました。技術ではない。完璧さでもない。ただ、一つの曲を心を込めて弾き切ったという達成感。それは響が生まれて初めて味わう音楽の原点とも言える喜びでした。流れる涙の味は、もう悔しさだけではありませんでした。その涙の中には、ほんの少しだけ希望という名の優しい光が溶け込んでいたのです。リハビリを始めて半年が過ぎた頃、丹藤先生が一つの提案を持ちかけてきました。響くん、今度、リハビリセンターで小さな発表会があるんだ。出てみないか？発表会ですか？私が、とんでもない。今の私の演奏なんて、人様に聞かせられるようなものじゃありません。響は即座に首を横に振りました。少しずつ上達している実感はあるものの、それはあくまで自分の中での話。かつての自分のレベルには到底及ばない。そんな中途半端な演奏を聴衆の前で披露することなど、プライドが許しませんでした。しかし、安藤は静かに言いました。聞く人は君の昔の姿など知らない人たちばかりだよ。君が今どんな音を奏でるのか、それをただ聞きたいと思ってくれる人たちだ。でも、完璧じゃなくていいんだ、響くん。今の君のありのままの音を届けてごらん。きっと何かが見つかるはずだから。丹藤の言葉に背中を押され、響は迷いの末に発表会への参加を決めました。曲は彼女がリハビリの中で心を込めて練習してきたアイルランド民謡のロンドンデリーの歌。シンプルで、しかし、物悲しくも美しいその旋律は、今の響の心境に不思議と寄り添ってくれる気がしました。発表会当日。会場はリハビリセンターの小さな多目的ホール。聴衆は十数人ほど。車椅子の老人たち、施設のスタッフ、そして同じようにリハビリに励む仲間たち。誰も彼女がかつて氷の女王と呼ばれた天才バイオリニストだったことなど知りません。ステージというにはあまりにもささやかな壇上に立った響は心臓が口から飛び出しそうなくらい緊張していました。コンクールの舞台とは全く違う種類の緊張感。審査されるのではなく自分の内面をありのままにさらけ出すようなそんな怖さがありました。深呼吸を一つ。響はゆっくりと弓を弦に下ろしました。奏で始めた音色は決して完璧なものではありませんでした。時折、ほんの少しだけ音程が揺らぎ、弓の返しもまだぎこちなさが残っています。しかし、その一音には、これまでの彼女の演奏にはなかったものが確かに込められていました。絶望、苦悩、悔しさ、そして小さな喜び、支えてくれる人々への感謝、そして再び音を奏でられることへのささやかな希望。彼女の半年間のすべてがその旋律に溶け込んでいるかのようでした。曲が終わる。響はゆっくりと目を開けました。ホールは静まり返っています。自重的な思いが胸をよぎったその瞬間でした。温かい拍手がホールを包み込みました。それはコンクールの時のような熱狂的なものではありません。しかし、一人一人の手のひらのぬくもりが直接心に伝わってくるような、そんな心からの拍手でした。最前列に座っていた車椅子の老婆がそっとハンカチで目元を拭っています。ありがとうね。なんだか亡くなった主人のことを思い出してね。優しい音楽だったよ。その言葉が響の胸にまっすぐに突き刺さりました。優しい音楽。今まで誰にも言われたことのない言葉でした。完璧だ、すごい技術だ、とは言われても優しいと言われたことは一度もなかった。響はその時、初めて理解したのです。丹藤先生がずっと言っていた人の心を震わせる音楽の意味を。それは完璧な技術の先にあるものではなく、奏でるものの心、そのものが音色となって伝わることなのだ、と。技術だけを追い求めていた頃の自分には、決して届かなかった世界。事故で
多くのものを失った代わりに、彼女は音楽の最も大切な真実にようやく触れることができたのです。降り注ぐ小さな拍手の中で、響は静かに、そして深く頭を下げました。その方を伝っていたのは、紛れもない喜びの涙でした。小さな発表会での成功体験は、響の心に確かな光を灯しました。音楽を奏でる喜び、自分の音楽が誰かの心に届くという感動、リハビリにも以前よりずっと前向きに取り組めるようになりました。少しずつ、しかし、着実に、彼女の指はかつての滑らかさを取り戻し始め、弾ける曲のレパートリーも増えていきました。このままいけば、また、昔のように、そんな淡い期待が、彼女の胸に芽生え始めた、ある夜のことでした。いつものように、インターネットで音楽関連のニュースを見ていると、一つの見出しが彼女の目に飛び込んできました。バイオリニスト、サイオン・ジレーナ、シャイコフスキー国際コンクールで優勝の快挙。サイオン・ジレーナ。その名前は、響の記憶の奥底にトゲのように突き刺さっていました。彼女と同世代で常に競い合ってきた最大のライバル。完璧な技術で圧倒する響に対し、レーナは情熱的で弾く者の感情を揺さぶるような自由奔放な演奏を得意としていました。響はレーナの演奏を感情に溺れた未熟な音楽だと心のどこかで見下していました。しかし、同時に自分にはないその表現力に激しい嫉妬と脅威を感じてもいたのです。仮面の中のレーナはスポットライトを浴び、満面の笑みで世界最高峰のコンクールのトロフィーを掲げています。かつて自分が立つはずだった場所、自分が手にするはずだった栄光、血の気が引いていくのが分かりました。自分がリハビリセンターでたどたどしい民謡を弾いて小さな拍手に喜んでいる間に、ライバルは世界の頂点に立っていた。忘れかけていた現実が冷たい葉となって、再び彼女の心を切り裂きます。焦り、嫉妬、そしてどうしようもない無力感。せっかく灯り始めた希望の光が、あっという間に過去の幻影という分厚い雲に覆い隠されていくようでした。その日から響の歯車はまた狂い始めました。リハビリに焦りが生じたのです。もっと早く、もっと正確に。彼女は自分を追い込むように、かつての自分が弾いていたような超絶技巧の練習曲に無謀にも挑み始めました。しかし、今の彼女の指は、まだ、その複雑な動きについていくことができません。音がもつれ、指が動かなくなり、何度も同じ箇所でつまずく。なんで弾けないのよ。昔は、こんなの、朝飯前だったのに、イライラが募り、バイオリンを床に叩きつけたくなる衝動に駆られます。理学療法士が、高峰さん、焦ってはダメです。今のあなたのペースで、と忠告しても、その声は耳に入りません。安藤先生が、響くん、君は誰のために弾いているんだい。玲奈くんのためじゃないだろう。と諭しても、彼女は反発するだけでした。先生にはわからないんですよ。私は、あんなところで終わる人間じゃない。私は、高峰響なのよ。心は、完全に過去にとらわれていました。ライバルの成功という幻影が、彼女を蝕んでいく。せっかく見つけかけた、自分の音は、再びその姿を消し、彼女の前には、あまりにも高く、険しい、過去の自分という絶壁だけがそびえ立っていました。ついに糸が切れました。練習中にどうしても弾けないパッセージに苛立った響は、持っていた弓を壁に叩きつけてへし折ってしまったのです。マキという乾いた音とともに、彼女の中で何かが完全に壊れてしまいました。もうやめる。誰に言うでもなく、そうつぶやくと、響はバイオリンを静かにケースにしまい、部屋の隅に押しやりました。そして、その日から彼女は再び自分の殻に閉じこもってしまったのです。リハビリにも行かず、誰とも口を聞かず、ただベッドの上で一日を過ごす。母親が心配して声をかけても生返事をするだけ。丹藤先生からの電話にも出ようとはしませんでした。音のない世界。彼女は自ら音楽を拒絶しました。耳に入ってくるすべてのメロディーが彼女の無力さを嘲笑っているように聞こえたからです。数日が過ぎた雨の日の午後、響は相変わらずベッドの上でうつろに天井を見つめていました。もう涙も出ません。感情さえもどこかに置き忘れてしまったかのようでした。かけ離した窓から雨の匂いを運ぶ湿った風が吹き込んできます。ポツ、ポツ、と窓枠を叩く雨だれの音。遠くで鳴り響く
教会の鐘の音。開花から聞こえてくる母親が夕食の準備をする包丁の軽やかなリズム。家の前を通り過ぎる子供たちの甲高い笑い声。何の変哲もない日常の音。今までなら気にも留めなかった、あるいは雑音として処理してしまっていたであろう様々な音。しかし、音楽から完全に離れたその静寂の中で響きはそれらの音が一つ一つ驚くほど鮮明に、そして豊かに響いてくることにふと気がつきました。雨だれはまるでミニマルな打楽器のよう。教会の鐘は荘厳な和音を奏でている。包丁のリズムは軽快なダンスミュージックのようだし、子供たちの笑い声はどんなソプラノ歌手よりも生命力に満ちたメロディーを歌っている。世界はこんなにもたくさんの音楽で満ち溢れていたのか。その時、響きは雷に打たれたような衝撃を受けました。今まで自分はなんて狭い世界で生きてきたのだろう、と。楽譜という四角い紙の上に書かれた完璧な設計図。自分はその設計図を寸分の狂いもなく再現することだけを音楽だと信じ込んできた。しかし、本当の音楽はそんな窮屈な場所だけにあるのではなかった。風の音も鳥の声も人々の営みの中に生まれるすべての音もみんな尊い音楽だったのです。自己は私から音楽を奪ったのではなかった。むしろ楽譜という名の売りにとらわれていた私を解放し、この広大な世界の音楽を聴くための耳を与えてくれたのかもしれない。そう思った瞬間、響の心に静かで、しかし確かな光が再び差し込み始めました。それは誰かと競うための音楽でも、名声を得るための音楽でもない。ただ、この世界に存在する美しい音を、自分というフィルターを通して、バイオリンという楽器で表現してみたい。そんな、純粋な創作意欲にも似た、静かな情熱の炎でした。響は、ゆっくりとベッドから起き上がると、部屋の隅に追いやられていたバイオリンケースに、そっと手を伸ばしました。折れた弓の一件を聞いた安藤先生は、数日後、何も言わずに、一本の新しい弓を携えて、響の家を訪れました。響が何か言う前に、安藤は一冊の古いアルバムを彼女の前に差し出しました。君がすべてを忘れてしまう前に、これを渡しておこうと思ってね。それは、響が幼い頃のアルバムでした。ページをめくると、七五三の写真、小学校の入学式の写真、家族旅行の写真、様々な思い出が色あせた写真の中に閉じ込められています。響には、そのどれもが、ぼんやりとした、まるで他人の記憶のようにしか感じられません。丹道は、あるページで手を止めました。そこには、5歳の響が、子供用の小さなバイオリンを宝物のように抱きしめている写真が貼られていました。写真の中の少女は、歯が抜けた顔で、心の底から嬉しそうに笑っています。そして、その写真の隣のページ。そこには、小学校の文集の切り抜きが大切に貼られていました。タイトルは、将来の夢。そこには、鉛筆で書かれた大きくて拙い文字が並んでいました。私の夢はバイオリニストになることです。たくさんの人の前でバイオリンを弾いて、私の音でみんなを笑顔にしたいです。音でみんなを笑顔にしたい。響はその一文を震える声で読み上げました。忘れていた。こんなにも純粋で温かい気持ちが自分の原点にあったなんて、いつからだろう。誰かを笑顔にするためではなく、誰かに勝つために、バイオリンを弾くようになったのは、いつからだろう。音楽の楽しさよりも完璧であることのプレッシャーに心をすり減らすようになったのは、君は誰のためにバイオリンを弾きたかったんだい。丹道が静かに問いかけます。ライバルのためでも、評論家のためでも、コンクールの審査員のためでもないはずだ。君が最初に交わした約束は、もっとずっと素敵なものだったんじゃないのかい。アルバムの上にぽつりと涙が落ちました。それは後悔の涙ではありません。忘れていた本当の自分にようやく再会できたことへの安堵の涙でした。そうだ。私はただこの楽器が好きで、その音色が好きで、その大好きな音で誰かが少しでも幸せな気持ちになってくれたら、それが何より嬉しかったんだ。響は顔を上げると、まっすぐに安藤を見つめました。その瞳には、もう迷いはありませんでした。先生、私、もう一度弾きたいです。誰かと比べるためじゃない。昔の自分を取り戻すためでもない。ただ、今の私が感じている、この世界の美しい音を、私の音で
奏でてみたいんです。安藤は何も言わず、ただ深くうなずきました。その目には優しい光が宿っています。まるで、よく思い出してくれたね、と言っているかのようでした。響は安藤が持ってきてくれた新しい弓をそっと受け取りました。それは彼女にとって過去との決別と新しい音楽人生の始まりを告げる大切なバトンのように感じられました。それからさらに1年が過ぎました。響はもう超絶技巧の練習曲を弾くことはありませんでした。その代わりに彼女は毎日窓を開け世界の音に耳を澄ませました。そして心に響いた風景や感情をまるで日記を綴るようにバイオリンで即興的に奏でることを日課にしていました。彼女の音色は以前とは全く違うものになっていました。完璧な技巧はありません。しかし、その一音には生命の息吹が、喜びや悲しみが、そして生きていることへの深い感謝が豊かに込められていました。それは聴く者の心の最も柔らかい場所にそっと触れるような、そんな音色でした。春の日、安藤が一つの小さなコンサートのチラシを持ってきました。それは安藤の古い友人が牧師を務める古い教会で開かれる小さなチャリティーコンサートでした。ここで弾いてみないか、響くん。君の新しい船出のために。響は静かにうなずきました。もう人前で弾くことに恐怖はありませんでした。コンサート当日。教会には近所の人々が三々午後集まってきていました。響はシンプルなネイビーのワンピースに身を包み、静かにその時を待ちます。彼女がその舞台で弾くために選んだ曲。それはかつての彼女ならその単純さゆえに決して選ばなかったであろう曲。カッハの G 線上のアリアでした。祭壇の前に立った響は客席を見渡しました。温かい眼差しで自分を見守る安藤先生と母、香りの姿。そしてもう一人。客席の後ろの隅に彼女は見知った顔を見つけました。西園寺玲奈。かのライバルだった彼女がなぜここにいるのかはわかりません。しかし、玲奈は静かに響のことを見つめていました。響は一瞬だけ目を閉じ、大きく息を吸い込むと、ゆっくりと弓を弦の上に置きました。奏でられた最初の長い一音。それはどこまでも深く、どこまでも優しい音でした。教会という空間が持つ神聖な響きと相まって、その音色はまるで天からの光のように、弾く者の心に静かに、そして深く染み渡っていきます。響の演奏は、技術的に見れば完璧ではなかったかもしれません。しかし、その音楽には物語がありました。絶望の淵を放った魂が、やがて光を見出し、再び立ち上がるまでの長い旅の物語。一音一音を慈しむように、確かめるように、彼女は自らの魂の奇跡を、その旋律に乗せて紡いでいきました。フォークの聴衆が、知らず知らずのうちに涙を流していました。それは悲しみの涙ではありません。魂が浄化されていくような温かい涙でした。客席の隅で聞いていたレーナもまた、その一人でした。彼女はずっと、響の圧倒的な技術に嫉妬し、同時に、その音楽には、心がないと感じていました。しかし、今、目の前で弾いているのは、全くの別人でした。技術の鎧を脱ぎ捨て、むき出しの魂で、音楽そのものと対話している。レーナは素直に感動していました。そして悟ったのです。自分たちの戦いは、もう終わったのだと。最後の音が教会の高い天井に柔らかく吸い込まれていく。長い、長い静寂。そして誰からともなく始まった拍手は、やがてスタンディングオベーションとなって、教会全体を温かい感動で満たしたのでした。あの日のコンサートの後、高峰響が再びコンクールの舞台に戻ることはありませんでした。彼女は今、町の小さな音楽教室で子供たちにバイオリンを教えています。ほら、もっと楽しそうに、バイオリンさんとお話しするように弾いてごらん。そう言って笑う彼女の顔に、かつての氷の女王の面影はもうどこにもありません。そこにあるのは、音楽を愛し、音を奏でる喜びを次の世代に伝えようとする一人の音楽家の温かく、そして柔らかな笑顔です。彼女は事故によって多くのものを失いました。完璧な技術、輝かしいキャリア、そして過去の記憶。しかし、失ったものと引き換えに、彼女はそれよりもはるかに大きく、そして尊いものを見つけ出しました。
それは勝ち負けや完璧さの中には決して存在しない音楽の本当の喜び。誰かの心をそっと温めることができる魂の音楽。そして音楽と共に生きていく穏やかで満ち足りた日々。教室の窓から春の優しい光が差し込み、子供たちの奏でるたどたどしいキラキラ星をキラキラと輝かせています。そのどこまでも優しいハーモニーに包まれながら、響きは心の中で静かにつぶやきました。ありがとう。私から音楽を奪い、そして本当の音楽を教えてくれたあの日の絶望に。彼女の第二の音楽人生は今始まったばかりです。それはきっとたくさんの笑顔と希望の音色に満ちた素晴らしいハーモニーを未来へと奏で続けていくことでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。